男性を自殺に追い込みリンチされた頂き女子。ネットユーザーたちが強行に及んだ本当の理由とは。2024年4月、中国西南地方の都市チョンチン。やめて。花屋を営む女性タンズーは悲鳴を上げながら夜の街を逃げ惑っていました。追ってくるのはその手に巨大な木材を構えた男。タンズーが転ぶと同時に男は木材を彼女の背中に力強く打ちつけます。何してる、やめなさい。すぐに警察が止めに入り、その場は収まりましたが、タンズーはうんざりした様子でうなだれていました。毎日もう疲れちゃった。そう、彼女はこの数日ネット上で脅迫され、普通に道を歩くにも怯えなければならない状態。先ほど襲ってきたのも身元を特定してきたネットユーザーでした。なぜタンズーはそれほどまでに人々に恨まれるようになってしまったのか。それは彼女に1000万円貢いだ男が自殺してしまったから。男性を自殺に追い込み民衆に付け狙われるようになった女性。人々が恨みを募らせるきっかけとなったこの男女の関係性とは。もし彼女に悪意がないとしたら、本当の悪は誰なんでしょうか。おつけんちゃんです。いやみやみかんディズニー来て。そう、ケンちゃん知ってる、最近新しいエリアオープンしたの。ケンちゃんって久しぶりに言われたけど、なんかギロチンエリアでしょ。ギロチンエリア、アナ雪と、ラプンツェルと、ピーターパンのエリアがオープンしてて、1個のエリアでそれ3つできてる。そう。もともとピーターパンとかってランドになんかあったわよね。知らない？わかんない。あんた何も知らないわね、本当に。結局そのエリアはどんなアトラクションができたの？それは知らん。本日ご紹介するのは中国で話題を集めた恋愛詐欺、いわゆる頂き女子の事件なんです。頂き女子って中国にもいたの？恋愛詐欺みたいな騙し取ってお金を巻き上げてるみたいな事件。一般的にはそうなんですけど、今回の事件に関しては一体どうだったのかっていうのを見ていきたいと思います。女性はある日を境に多くの人から恨まれ、街を歩くにも怯える日々を過ごさねばなりませんでした。彼女が民衆に恨まれるようになってしまったその経緯とは。破局と混乱。2024年4月、中国西南地方の都市チョンチン。また届いてる。ため息混じりにスマホを眺めながら夜の街を歩いていたその女性はタンズー。黒髪ロングヘアで清楚な雰囲気の女性でした。彼女の SNS にはここ最近毎日数百件の誹謗中傷が。この詐欺師、金を返せ。私は詐欺なんてしてない。悲しげな表情で家路についていたタンズー。その時背後から声がしたんです。タンズーだな、覚悟しろ。タンズーが振り返ると、そこには巨大な木材を構えた見知らぬ男が。男は木材を振りかぶると彼女に向かって勢いよく駆け寄るんです。やめて。突然の襲撃に驚き、その場に転倒してしまったタンズー。おい、何をしている。すぐに警察が止めに入り、その場は収まりましたが、タンズーは気が気ではありませんでした。なぜこんなことになってしまったの？私は彼の恋人として一つの決断をしただけなのに。これ SNS で誹謗中傷してたやつが身元を特定して殴り込んできたってことでしょ？なんでそんな外野がここまで首突っ込むわけよ。警察に言えばいいじゃないのよ。実はこの少し前にタンズーは相手の男性と別れてたんですが、別れた経緯っていうのが物議を醸したんです。タンズーが襲撃される数日前、彼女のスマホに一通のメッセージが届きました。これは僕からの最後の贈り物。男性はタンズーが1週間前に別れたばかりの元恋人。彼はそのメッセージと同時に6万6000円、日本円にして約150万円もネットバンキングで送金してきました。あなたはまだ若いからいいかもしれない。でもゲームだけじゃこの先の長い人生を生きていけないわ。このお金は残しておいて。もうこれ以上私に送っちゃダメ。ゲームだけじゃ生きていけない。タンズーが彼にそう告げたのは、男性がオンラインゲームの代理プレイで生計を立てていたため。ファットキャットのハンドルネームで知られていた彼は、界隈では有名なプロゲーマーでした。オンラインゲームの代理プレイ、そんな仕事があるの？中国では最近流行りの職業でして、ただ何なのかよくわかんないと思うんで、本日のメトラキーワード、オンラインゲームの代理プレイについて。中国では顧客から指定されたオンラインゲームをプレイし、代わりにレベルを上げたり武器を揃えたりする代理プレイというビジネスが流行しています。報酬はプレイヤーによっても異なるんですが、平均的なプレイヤーで月収20万円ほど。ファットキャットは界隈で天才と呼ばれており、月収40から50万円を稼ぎ出していました。代理プレイは1日18時間、食事や睡眠、風呂以外の時間全てをゲームに費やさなければ食べてはいけないような過酷な仕事。下積み時代にはゲームの腕を磨くための投資が必要となり、稼げるようになるのはかなり狭き門と
と呼べる世界なんです。結局タンズーが受け取りを拒否しても有無を言わさず大金を振り込んできた元恋人のファットキャット。僕は気にしないから受け取って、君は花屋を成功させなきゃ。そう、タンズーはつい最近新しく花屋をオープンさせました。ファットキャットはまだ軌道に乗っていないその店の経営を心配し、6万6000元もの大金を振り込んできたんです。なぜタンズーはそこまで自分のことを思ってくれる彼と別れてしまったのでしょうか。タンズーの襲撃事件から約2年前の2021年11月、彼女は対戦型オンラインゲームキングオブグローリーを通じファットキャットと出会いました。意気投合した2人は同年のクリスマスイブに交際を開始。ただタンズーの住まいはチョンチンで、ファットキャットは湖南省。2人は 1200km も距離がある遠距離恋愛。会える頻度は年に数回程度でした。そんな関係が1年以上続いたある時、タンズーは彼氏のファットキャットに次のように切り出します。もう遠距離恋愛は耐えられない。その言葉を聞いたファットキャットは引っ越しを決意。2023年10月、彼女の住むチョンチンにアパートを借り、そこで一人暮らしを始めるんです。またファットキャットは恋人タンズーの住む町へ引っ越したことを機に、彼女の夢をそばで支えていくつもりでした。タンズーの夢は自分の花屋を開くこと。ファットキャットはその開店資金7万元を出資し、同年12月晴れてタンズーの花屋がオープンすることに。別れた後にお金を送ってきただけじゃなくって開店資金も援助してたわけね。いや、これはちょっとなんか炎上しそうな感じがするわね。ですがね、お金のことだけだったら炎上しなかったんです。問題はファットキャットが起こしたある行動にあったんです。その後も順調に交際を続けていった2人。2024年2月にはタンズーの両親にも挨拶を済ませ、結婚ももはや秒読みの状態に見えていました。しかしそれからわずか2ヶ月後の4月8日、彼氏のファットキャットと口論になったタンズーは唐突に別れを切り出すんです。やっぱり私たちはお互いに別々の人生を歩んだ方がいいと思う。それから1週間後、タンズーに6万6000元を振り込んだ翌日の4月11日、チョンチンのランドマーク長江大橋を訪れていたファットキャット。彼は高さ114メートルのその橋から川に身を投げました。これって要は花屋の開店資金を絞り取りたかっただけで、もう用済みってこと？それ絞り取った後は。そうだったのかもしれないですよね。ファットキャットはそれに気づいちゃって絶望して自殺したってことなんじゃないの？そうかもしれないです。そしてタンズーが誹謗中傷にさらされてしまったのはファットキャットの家族が原因だったんです。ファットキャットが自ら命を絶った後、タンズーは彼の父親に会い、花屋のために出資してもらった額を返済。即座に行動に移した彼女の態度は元恋人の死を深く悲しんでいるように見えました。しかしそれから数日後の2024年4月15日、 SNS 上に現れたとある投稿によって事態は一変するんです。兄はタンズーという女に全財産を絞り取られました。その投稿を行ったのはファットキャットの妹リュウ・ジャーリン。リュウはその文面に兄ファットキャットのスマホに残っていたタンズーとのメッセージのやり取りや送金履歴などを添付。それらの投稿によってファットキャットがタンズーに送金した額は1000万円以上だと判明するんです。妹リュウが広告費を払って投稿を拡散したことで、彼女のフォロワーは瞬く間に290万人まで増加。フォロワーたちはタンズーを詐欺師と罵り、彼女の SNS には毎日山のように誹謗中傷が届くようになったんです。1000万円以上って花屋の開店資金そんな高額じゃなかったでしょ？開店の時と別れた後の合わせて300万円ほどなんです。それ以外にもファットキャットから巨額の送金を受けていたことが発覚したタンズー。彼女はやはり恋愛詐欺を行っていたんでしょうか。1日200円の生活。ファットキャットが橋を飛び降りて約1ヶ月後の2024年5月3日、妹リュウは SNS 上でライブ配信を行いました。今日兄の火葬が終わりました。長江大橋から身を投げたファットキャットの遺体は発見されるまでに2週間を要しました。そのため火葬が行われたのは彼が亡くなってから1ヶ月も後だったんです。みんなにお願いがあるの。私に同情して何か送ってきたりしないで。私が兄の死を利用してるみたいで辛いから。20分ほど行われたリュウのライブ配信は10万人の視聴者を集めました。悲しみに暮れたフォロワーたちはその日のうちに自殺現場の長江大橋に集結。現場にはファストフード店のテイクアウトがお供え物としてずらりと並べられました。フォロワーたちがファストフード店のテイクアウトを持ち寄ったのはファットキャットが死の直前 SNS にこんな投稿を残していたため、もう肉の食べられない生活はこりごり、ハンバーガーが食べたい。最初に説明したようにファットキャットはオンラインゲームの代理プレイを生りにしており、その世界では天才と呼ばれていた人物。月収は40万円から50万円と決して貧乏ではありませんでした。しかしファットキャットはその月収のほとんどを彼女のタンズーに送金し、自分は2年間1日10元、日本円で200円ほどの食費で過ごしていたというんです。一方でタンズーは豪華なディナーに出かけたり海外旅行を楽しんだり、彼氏のファットキャットをチョンチンへ呼び寄せた後もなぜか一緒に暮らさず、彼だけを安アパートで生活させていたことも不可解でした。そして両
親にも紹介し結婚をちらつかせておきながら花屋が開店した後すぐに別れを切り出したタンズー。彼女の振る舞いは傍から見ればファットキャットの恋心を利用した恋愛詐欺にしか見えませんでした。1日200円の食費で2年間、しかも1日18時間ゲームプレイしなきゃいけない生活で、いくらゲーム好きだったとしても絶対無理っすよね。ファットキャットにとってはタンズーに貢ぐことがそれほど大事なことだったんです。ファットキャットの妹リュウがライブ配信を行った5月3日、タンズーはプライバシーの侵害で彼女のことを通報すると、妹リュウはその2日後の5月5日、逆にタンズーを詐欺罪で訴えました。こうしてタンズーとリュウは双方が双方を訴える睨み合いの状態に。司法がどのような決断を下すのか、2人の争いに世間は一層の注目を寄せたんです。そして迎えた2024年5月19日、警察はタンズーと妹リュウ双方の訴えに対し調査結果を発表。妹リュウが行った個人情報の拡散、ネットユーザーの扇動などは明らかな違法行為であり、今後叱るべき処分が下されることを説明しました。気になるのは恋愛詐欺を行ったタンズーにどのような判断が下されるのか。なんと警察は彼女の行動に対し詐欺には当たらないと発表したんです。1000万円以上受け取ったんでしょ。詐欺に当たらないのそれで。タンズーはお金を受け取ってはいましたが騙してはいないんです。愛の暴走。皆さんはタンズーが彼氏のファットキャットとの別れ際、次のように話していたのを覚えているでしょうか。あなたはまだ若いからいいかもしれない。でもゲームだけじゃこの先の長い人生生きていけないわ。このお金は残しておいて。もうこれ以上私に送っちゃダメ。恋愛関係は見せかけで、ただお金をむしり取ろうと思っている相手に果たしてこんな言葉をかけるでしょうか。その答えは警察が調査した2人の送金履歴に残されていました。ファットキャットは2年間で 79.9 万元、日本円で1700万円相当タンズーの口座へ送金。一方で実はタンズーも 46.3 万元、日本円で1000万円ほどをファットキャットに送金していたんです。そう、タンズーはファットキャットが送金した分を少なからず返そうとしていました。まだ返せていない差額が700万円ほどあったことや、ファットキャットの送金履歴だけで妹リュウはタンズーが詐欺をしていると早とちりしてしまったんです。さらにタンズーは返せていなかった差額分もファットキャットの死後彼の父親に返済しており、お金のことはすでに片付いていました。ただファットキャットが生前食費を限界まで切り詰めてタンズーに貢いでいたことは紛れもない事実。彼はタンズーに愛されたい一心で自発的にその生活に身を落としていたのかもしれません。タンズーにファットキャットを騙す意思はなく、大金を送っていたのはあくまで彼が自発的にそうしていただけ。そうであればタンズーがいくら1000万円近い額を受け取っていようと確かに詐欺には当たらないんです。確かに詐欺ではないんだろうけどさ、なんか複雑な気持ちになるわよね。だってギリギリの生活をして大金稼いでそれをあげるっていう全然健全じゃないじゃないか。そうまでしてね、気を引こうとした相手にいきなり別れを告げられたら人によっては自暴自棄になっちゃいますよね。こうしてタンズーの詐欺容疑は晴れたんですけれども、ネットユーザーたちの間では別のことが話題になっていたんです。それはファットキャットの仮装が行われた2024年5月3日のこと。彼の妹リュウのライブ配信に共感したネットユーザーたちはファットキャットが命を絶った現場の長江大橋に集結していた。その手にファストフード店の袋を持ったユーザーたちは皆揃って橋の上にその袋を並べ始める。そんな最中のことだった。おい、袋の中身が空だぞ。突如声を上げた一人のユーザー。すると続けざまにあちこちで声が上がり始める。俺のもだ。ミルクティーを頼んだのに中身が水だ。彼らが持参したファストフード店のテイクアウトはファットキャットのお供え物として頼んだもの。すると死人はどうせ食べられないだろうとでも言うかのように5つものファストフードチェーンが偽の商品を販売していた。5つのファストフードチェーンがお供え物だからといって偽の品を販売したことは即座に問題となりました。商品を購入したユーザーたちによって訴えられたチェーンはそれぞれが閉店、営業停止、賠償金支払いに応じる騒ぎとなったんです。一方タンズーは炎上騒動の後顔出しで謝罪動画を発表していますが、これもおそらく何者かによるいたずらだと考えられています。あなたを大切にできなかった。できることならやり直したい。動画内でそう言って深々と頭を下げたタンズー。2本上げられた動画はそれぞれ微妙に顔が違っていました。また投稿主の IP アドレスはタンズーが住むチョンチンではなく広東省。これらの事情から動画は何者かが AI 生成を用いて作成したものだと考えられているんです。世間から散々に非難を浴びながら結局罪には問われなかったタンズー。一方で毎日ひもじい思いをしながら彼女に大金を送り続けたファットキャット。たとえ騙されていなかったとしても2人の関係性にはどこか虚しさを感じずにはいられません。